ローウォーズファンの皆様、おはようございます。イベント、猛威を振るう嵐の進行状況は、どのような感じでしょうか？カーク信者の場合、嵐の抵抗力が130の状態で内周部に突入して、最初の3マスは、問題なくクリアすることができました。しかし、4マス目にて、想定外に強い敵が出現してしまい、ゴルフでいうところの、トリプルボギーを叩いてしまったのです。つまり、同じ敵に、4回も勝負を挑んだということですね。状況を打破しようと、途中から、ペットのフェンリスをオリバーに変更するなどしてみたけど、それが裏目になったんだよね。そのようなわけでして、嵐の抵抗力が少ない状態で内周部に移動して、あわよくば、ボスを倒してしまおうという試みは、失敗に終わりそうな気配になっています。ペット系のイベントについて、話をするよ。猛威を振るう嵐は、今後も、定期的に開催されるイベントになることが予想されます。そして、次回以降のイベント開催時にも、今回と同様に、イベントマップの若干の変更が想定されます。今回のカーク信者の経験を踏まえて、今後の、このイベントの攻略法を検討した結果、次のような結論が導き出されたので、それを視聴者様にお伝えしようと思います。当然といえば当然ですが、このイベントを遊戯する際は、外周部のマスを最初に踏破するようにして、嵐の抵抗力をコツコツと蓄積するのがベストだと思います。ベターじゃなくて、ベストだよ。次に重要な点として、外周部の3カ所に設置されているバフを、すべて選択した後に、内周部に突入するということです。深く考えなくても、わかりそうなことだよね。何事においても同じだと思いますが、失敗という経験から学ぶことが、成功への近道になります。今回のケースでは、嵐の抵抗力の蓄積が不十分な状態のままで、内周部に突入したことが、すべての元凶と言えます。しかしながら、実際に挑戦してみないことには、わからなかったことなので、仕方なかったと割り切っています。なんだかんだ言って、大嵐イベントで、ボスを一度も倒したことがないよとほほ。混沌の勇士と、ペットソウルチェスト、どちらがお得なのか考えるよ。まず最初に、こういったことを考えるのが苦手な人は、嵐のコインの半分を、的用紙か形式の、嵐の遺産の宝箱に交換して、残りの半分を、ペットソウルの宝箱と交換してください。そうすれば、完全な正解を選択することは無理でも、完全な不正解を選択してしまうこともないからです。あはは。理屈上は、ペットソウルチェストを選択するのが、正解のような気がします。その理由としては、ペットソウルストーンショップにて、ペットのソウルストーンは購入できなくても、混沌の勇士は、ペットソウルコインを利用して、購入可能だからです。つまり、入手性の悪さを考えると、ペットのソウルストーンを手に入れる選択肢が、最も効率の良い選択になるということです。そうは言っても、カーク信者の場合だと、嵐のコインのすべてを、的用紙か形式の、嵐の遺産の宝箱に交換しました。理由としては、少しでも早くペットのフェンリスを、完全なマックスまで育成したいと願っているからです。ただ、以前、お話ししたように、ペットの紫プラス3の装備を育成するには、29,300ものカオスパーティクルが必要なので、今週のペット系イベントを消化した程度では、焼け石に水といった感じです。これは、ペットの育成に限らず、ヒーローや、タイタンの育成要素の全てに共通して言えることですが、マックスの一歩手前からが、本当に時間がかかるんだよね。さて、動画終了のお時間になりましたので、今回はここまでになります。では、最後になりますが、このイベントの商品を見る限り、ペットのソウルストーンが一番いいよね、と思う人は、チャンネル登録を、ぜひ、よろしくお願いいたします。それでは、
今回も動画を最後までご視聴していただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。